はい、藤江でございます。もう超楽しいですね。ノベーション、今言ってたのは 49SL Mark III ですけど、ね、このねスライダーといい、このパッドの感触といいね、このコントロールしてる感じがね最高に楽しいですね。今もアルペジエーターとかね CK さんとかされましたけど、一緒にねこのサーキットモノステーションとサーキットを鳴らして音源このピークを鳴らしましたけど、じゃあ早速この 49SL Mark III 説明していきましょう。今私演奏した状況を説明すると、まずミディコードでねこのピークを鳴らします。このねで、スタートした時に鳴ってるこれらサーキットモノステーションとサーキットなんだけど、このサーキットに関してはミディ端子で、接続していて、このサーキットモノステーションに関してはねクロックシンクの、ミニジャックでねこうつながってるんですけど、当然ここでスタートするともう全部スタートストップがもう完全に同期した状態でなってるということでしたけど、いやもうねほんとよくできてるんですよこれ。本当にね完全同期してる状態でスタートするでした。でこのやっぱりね完全同期するってのはもう素晴らしいんですけど、ミディもそうだけど、クロックシンクいきますよね。でさらに CV ゲートももちろんいきますんで、もちろんミディで鳴らすこともできるし、 CV ゲートで例えばユーロラックとかねああいうものも完全に制御して鳴らすこともできるというね、
クロックも含めて、音源の制御も含めて全部でもうマスター的にシステム的にもうルーティンを組むことができるというね、クロックレベルでねよくできてますね。でね、じゃあこの今、このピークとの状況はどうなってるかっていうところを紹介すると、この弾いたノートが光るのがいいね。でね、今ここにピークって出てるの分かりますかね。今ねここのモードで、今ミディを送ってるんですけど、実はこれが123456788系統を送ることができます。ここからね、今ここから出してますけど、ちなみにここはねいろんなテンプレートがあるのよ。これ、画面上こうありますけど、シフトを押すとこの上の白い文字が有効になりますが、これテンプレートを押すとこれ見てくださいね、ピークとかこうサブ37とか OB6 とか他社のやつもブルフェルドとかいっぱい出てきますね。マイクロコルルとかもミニローグとかノードリードとかね、プロフェット6、スーパーノバ、ノベーションのスーパーノバもあるんだね。バイラスとかね、大体の TR8S とかね、オクタトラックでピークにすることにより完全ピークの制御がここでできる状態になってるということなんね。で見て分かる通り、例えばフレケンシーレゾナンス、これ LA4 のレイドですね。でコーラス、ディレイ、リバーブでディストーション、となってるわけですよ。でじゃあここはどうなってるのかと、スライダーね。スライダーが実はこれもねよくできててですね、ここの部分、バンク1と2があるんだけど、ここを押すとねオシレーターのウェーブって出るんだけど、1234って変わるんだけど、カメラさん見てください。切り替わってるの分かりますね。見事にオシレーター。じゃあオシレーター次2の波形切り替えね、3の切り替えで LA4 のタイプ切り替え、 LA4 のタイプはねここね、波形のタイプですね。 LA4 のね2の LA4 の切り替えとか、ね、フィルターのスロープ 12dB か 24dB かとかね、こっちもローパスフィルターかハイパスフィルターかバンドパスかとか、ね、エフェクトのバイパス、ね、で下の台に行くとこのオシレーター1のオクターブのレンジフィートでね変わりますね。2、3よくできてるね。こうね、アルペジエーターのオンオフ、ラッチアルペジエーターを伸ばしっぱなしするかどうかとかね、グライドのオンオフ、グライドね、ポルタベートですねこれね。でコーラスのタイプとかリバーブのタイプとかというように完全に連動してるの分かりますね。よくできてます。でじゃあスライダーどうなってるかというと、スライダーはまずオシレーターの1のレベル、2のレベル、3のレベルでリングモジュレーターのタイプ、リングモジュレーターの、ね、量だな。でここアタックタイム、ディケイ、サスティンレベル、リリース、ADSR ですね。見ますよね。よくできてますね。これは素晴らしいと思いますね。というように完全に、ピークノベーションのこのピークに対応したパラメータが全て制御できるということになってるわけですよ。そして、もちろんモジュレーション。ちなみに私はこの 49SL M3 使ってますけど、これ60件もありますからね。61の SL の M3 もあるんですけど、でここのパッドのところでね何をやるかっていうところなんですけど、まず一つあるのはアルペジエーター。ここにアルペって書いてありますね。アルペ、これアルペジエーターのオンにするにはここに上にオンって書いてあるんで、シフトを押しながらオンにしてやるとオンになります。来ましたね。
でラッチをオンにしてやると鳴りっぱなしになります。で鳴りっぱなしにしてやった状態でもうこうフィルターでウニウニやってやるともう完璧って感じだよね。でアルペジエーターでしょ。でもう一つがシーケンサー。これシーケンサーがねちょっとオンにしてみようか。シーケンサーオンに、なってるかな今な。はい、なりましたね。シーケンサーがですね、これポリフォニックシーケンサーですけど、16ステップ、ここが16ステップになってるんだけども、もちろんこのスタートストップはここにありますね。こうやるとほら動いてるの分かりますね。弾くとどんどん入っていきます。もちろんレコードを知ってください。レコードを知ってる状態で今度は書くなりましたね。これでというようにすぐに入ります。ねでもちろんクリアしたければクリアボタンを押してやればすぐに解除できて、ということでポリフォニックシーケンサーもバッチリ動くというね、もうほんと最高に使いやすいね。よくできてますわ。これはバッチリです。さてこの 4Q-SL Mark III ですけども、もうね DAW との連携はねもう最高にすごいんですけど、もちろん今つないでますからね USB でつながってる状態で、このライブライトこれね、ついてきます。なんと 4Q-SL Mark III ね。でもちろん、ライブ以外にもキューベースとかプロツールズとかもうほとんど有名どころの DAW との連携はね完全にですね、特にライブとのコントロールこのね、に関してはもう完璧パーフェクトに近いですね。もちろんスタートさせるとなりますね。このライブってこうねコンテンツを並べておきますけど、で今5つ使ってますけど、もちろんボリュームはできるわけですね。これでねもちろんソロとかもちろんミュート完璧ですね。でコンテンツに関して言うとねここで切り替えることもできます。こうやって最高にも楽しいですね。これはね 4Q-SL Mark III ね、こういったで周辺機器とのコミュニケーションも含めね、こういったコンピューターとの連携も含めね、音楽制作の核となるマスターキーボードと言えますね。最高です。